皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、X における匿名アカを盾にした企業への誹謗中傷が思わぬ展開を見せているのでご紹介しようと思います。今回誹謗中傷を受けたのは三重交通というところで、公式キャラクターを発表して、その名前を募集するということがありました。私の目から見れば、ほとんど肌の露出もない、かなり健全な絵なわけですが、これを問題のあるイラストだとして批判し、会社そのものに対する誹謗中傷を繰り返していた人がいます。こういった流れの時には必ずのように、また無茶苦茶な言いがかりをつけているのかと思う話で、その無茶苦茶ぶりを批判されて発言者が炎上し、その炎上していることに対して擁護派がついて、双方の言い合いといったものが発生する。これが Twitter においては以前から非常に有名な言葉としてバカ発見器といった表現をされることもあります。これは今の X においても同様な評判を得ることができるでしょう。まずはどのようなキャラクターを発表したのか、そこから見ておきます。三重交通公式アカウントより公式キャラクター誕生。三重交通グループ創立80周年を機に当社公式キャラクターが誕生しました。キャラクターの名前は皆様から募集します。というわけで男女のキャラクターが発表されました。ご覧のように制服を着込んだ姿で肌の露出している部分は顔と手だけです。しかし、このキャラクターについて批判を加える人が現れました。ゆるキャラでなく実物設定に近いキャラで女性をくびれさせてどういうつもり？社内名札開始されたのはお客さんからの付きまとい等があるからなのに、女性の線を強調させたり、男性の方には隠れファンが多いって、そういうアイドル化され、見られる苦痛わからない？運転手減らしたい？どうやらこの人は女性キャラクターのくびれが気に入らなかったようです。そして、そうしたイラストが現実世界における付きまといが起こっている問題や、もしくは男性にも同じような問題が発生しうるのではないかといったことを言いがかりをつけて批判を行っています。論理的にはかなり無茶苦茶です。これに便乗するような人たちが現れて SNS 上では、またフェニミストらによる火をつけて回るような行為だと批判する人たちと、いやいやこれこそ女性の人権を侵害するようなイラストだと擁護する人たちが現れて、ちょっとした炎上騒ぎになりました。しかし、本当の炎上はそこから発生しました。後日この人物がこのような発言をしています。三重交通から私の会社に私宛てで苦情と削除を言ってきました。皆さん、三重交通やばくね？誰かが所属、本名をリークしたんでしょうが、一般人から企業倫理観を批判する自由を侵害してません？匿名アカですよ。企業倫理どこ行った？男でもこれ、女性が声を上げたらもっと恐ろしいわけですよね。身元は明かしているアカならわかるよ。匿名一般市民アカやで。誰かがあいつは〇〇だよって言ってもうてだよ。俺は身元は明かしていないアカで、立場性何ら迷惑かけてないやん。一般市民が社会や企業の姿勢を批判するのは当たり前の権利やん。誹謗中傷でもないで、企業からの言論弾圧以外ないやん。アホか。というような発言を行いました。そもそもこの人の認識で最初に間違っているのは、匿名アカであれば何ら迷惑をかけていない。だから大丈夫だみたいな話は全く通用しません。現在のインターネット上においては、匿名の活動でもあろうとも、違法行為は違法行為で全く犯罪行為に変わりはありませんし、実名でなければ自分の発言が影響を与えないなんていう話も全く言い訳としては通用しません。このような発言に同調する人たちは、三重交通に対する批判的な言葉を次々と発し、これをさらに拡散する動きが続きました。三重交通にはドン引きした。三重交通どこまでも陰湿な会社だな。その他、やべえ会社だなみたいな話を流して、どんどんと拡散する動きを進めたわけです。便乗した人たちの中には、これでもう確定、三重交通に就職しちゃダメ。女性は特に、三重交通とことんやばい会社だわ。みたいな話をする人たちも現れて、同調する人たちで相互にいいねや拡散し合う塊を形成していきました。しかし、ここで全く事態を変える出来事がありました。それが、三重交通の公式アカウントがこのような発信をしたのです。X 上にて、弊社が特定の個人アカウントの方に対し、その方の会社へ苦情の連絡をしたと
という情報が投稿されておりますが、本投稿のような対応した事実はなく、一切関係はございません。詳細は下記 URL をご覧ください。X、旧 Twitter 上において、誤情報が投稿されている件につきまして、兄弟の件、SNS、X において、弊社が特定の個人アカウントの方に対し、その方の会社へ苦情の連絡をしたとの情報が投稿されております。弊社においては、現時点において、本投稿のような対応した事実はなく、一切関係はございません。なお今後、法令違反や信用毀損が疑われる投稿に対して法的措置等の対応を取る可能性はございます。以上。さて、このような三重交通の公式発表に対してもう一度時系列的に戻って三重交通がこのような動きをしてきたと発言した部分もう一度読み上げましょう。三重交通から私の会社に私宛てで苦情と削除を言ってきました。ここでポイントとなるのが、この人の勤めている会社宛てに相手の会社から連絡が来たという話をしています。なぜこのようなことが非常に短期間で起きたのかについて、一つの可能性として言えるのは、この三重交通を批判している人は、そもそも匿名赤と言いつつ、自分の顔写真をこのアカウントにおいてすでに以前発表しており、どのような人物かは調べれば誰かがすぐわかるような状態だったということです。そしてもう一つ、会社においてそのような話がやってきたのは、この人が業務中に X において発信を続けていて、そのことが上司などに把握されていた可能性があります。会社として把握していなかったとしても、会社に設置されているパソコンで遊んでいたのかもしれませんし、もしくは会社の Wi-Fi で自分のスマートフォンから書き込んでいたのかもしれません。それらが全て違った場合においては、そもそも三重交通からこのような連絡が来ていなかったのに来ていたと言っていたこと、それ自体が彼自身の妄想の世界の全くなかった出来事を根拠として三重交通に対する誹謗中傷をこの後ずっと繰り返していた可能性があるわけです。人の考えは人それぞれなものですが、しかし女性キャラクターが腰がくべれているからといってそれを理由としてその企業の存在そのものに対する否定的な意見を述べるというのはちょっと批判としては常軌を逸していると思います。世の中には例えば国際女性のことばかり見ているとタリバンのような存在などもあります。女性が肌を晒しているなんてとんでもない。目が見えていたってそれだけでも他の男性にとっては誘惑されているかのような情念を書き起こすかもしれないとして肌を一切出さないような衣服を強制的に着させたり、もしくは家の外に出る時も家族が同伴していなければ一切外出を許さないような、そのような文化的な考え方をしているところもあります。日本においてはそのような極端な考え方といったものは存在しませんが、現実の女性やもしくは現実の女性をイメージさせるようなイラストなどにおいて極度にそのようなタリバン的な考え方を持ち出すような人たちがある程度の勢力を誇っていて SNS がそのような人たちの活動を目立たせるようなことになっています。しかしどのようなインターネットサービスであろうとも匿名であろうとも全く変わらない原則としてやはり法律に触れるような行動といったものは速やかにこれに厳正に対処するような法治国家であるべきです。例えば今回の場合であれば三重交通から自分に圧力がかかってきたんだといった話をしているわけですが、それが三重交通によって全否定されたわけですから、これが本当であるとするならばやはり虚偽の発言をもとにして企業そのものに対する誹謗中傷を行っていたのですから、これは法律的な対応を取るべきな話だと私は思います。この人物は再三にわたって私は匿名アカウントだから、私は一般市民だから何をしてもいいんだみたいな形での発言を繰り返し行っていました。このような人物にはきっちりとそうではなくてインターネット上の発言においては現実世界の人間と必ずつながるんだぞということを分からせるべきだと思います。皆さんは今回の意見についてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。